だからオーバーホールとかになっちゃうとどうなのかちょっとわかんないですけど、はい、まあやろうと思えば多分できるような気もします。はい、それは結構強みですね。あ、すみません、もしかしたら顔を映さなくてもいいんで、インタビューでちょっと答えてもらうことできます？あ、いいですよ。ありがとうございます。はい。じゃあ車種と電子機をまず教えてください。車種は2000年式のホンダのシビックですね。はい。EK9 です。EK9 です。はい。で乗り始めてどれぐらいですか？乗り始めてまあ2年ないぐらいですね。2年ぐらい。はい。でこの車を選んだ理由っていうのはちなみに？選んだり前もFK8 って新しめのシビック乗ってたんですけど、はい。まあ、やっぱり古い軽い車乗りたいなと。VTEC 乗るならやっぱここら辺かなって。ちなみに車重ってどれぐらいですか？車重は今で、930。1トン切ってますね。軽くてで高回転まで回るんで。そうですね。最高です。気持ちいいですね。はい。で結構いじってるように見えるんですけれども。そうですね。改造費ってどれぐらい？改造費で言うと、まあ、780ぐらいですね。780。それより修理費の方がよく修理費もかかってるんですね。車体はちなみに買った時いくらで？買った時は250で。250。そこからまあ結構いじってるので、そうです。300、400ぐらいは出んのかなぐらいですね。出んのかなぐらいですか。維持で一番困るところってやっぱ部品がないとかそんなのはない？まあやっぱり、あとオラッシャのブーツだったりレスリだったり、あたりはまあ結構壊れやすいんで、そこら辺は予備パーツとかは買ったりしてますね。でもサーキットとか走る感じ？そうですね、サーキットも出ますね。はい。でお仕事はちなみに何のお仕事？仕事は、ちょっと控えてもいいですか？そうは、はい、わかりました。はい。じゃあ最後にまあ車好きに向けて何か一言いただければ。車好き、まあ今やっぱ古い車とかがどんどん数もね値段も上がって数減ってきてるんで、まあ早めにもうここ今欲しいと思った瞬間が一番の買い時だと思うんで、買ってみてください。でやっぱり維持はね大変なんですけど、まあ、印鑑を押す勇気だけ持って印鑑を押す、頑張ってほしいです。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。すいません。ナンバー隠すんで車取ってもいいですか？全然。いいですか？ありがとうございます。で車種と年式を教えてください。BCNR33、96年。はい。前期型中期です。中期があったんでしたっけ？あります。中期があるんです。ヘッドライトだけ見てちょっとお願いします。まあほぼほぼ前期と一緒なんですけど。V スペック。V スペックです。はい。で乗り始めてどれぐらいですか？乗り始めて7年ぐらいですね。結構乗ってますね。この車を選んだ理由っていうのは前に34の GTR 乗ってて、34、はい。まあ4ヶ月ぐらいで潰しちゃったんで、なんか事故ったりとか、はい、事故ってで33にしたと。そうですね。ちょっと金額的に買えるのが33だったんで。いくらでこれは400万ですね。400万。はい。前で400万。そうですね。それぐらいです。まあ平均ぐらい。平均ぐらいですか。逆に34の方が高かった。34はそうですね、600でしたね。エアロってどこのエアロなんですか？基本的にニスモついてて、これニスモなんですか？リップはハセミスポーツ、はい。でサイドがニスモで、ワットガードは中世ワットガードそうですね、ニスモはい。でリアスポガードはヤフオクのどこだかちょっと明確になんか海外みたいな。海外のところです。でカスタムは総額どれくらいかかってますか？まあ150とかですね。エンジン自体はちなみにまあ26、はい。無人店とかまあカム入ってて、1ミリオーバーサイズピストン入ってて、まあそんなもんですね。タービンはタービン HKS の GTSS。定番の。そうですね。結構ニュースになってるんで、維持も結構大変だと思うんですけど、はい。困ってるところって何ですか？まあ塗装
を結構来てるんで、まあ、保管方法だったり結構苦労します。まあ、あと経年劣化してくるパーツが高くてちょっと困ってます。上がってますからね。結構厳しいですね。厳しいですよね。で、お仕事はちなみに何を？運送業ですね。そうなんです。はい。じゃあ最後にはい車好きに向けて何か聞きたいんですけど。まあ、乗りたい車買った方が後々はいいと思います。わかりました。先生ありがとうございます。ありがとうございます。あ、すいません。ナンバー隠すんで車取ってもいいですか？あ大丈夫あ、いいですか？ありがとうございます。はい、じゃあ車種と年式を教えてください。RX7 だけで 3SS 年式はね4型になるんですけど96年とかその辺だったと思うんですよ。ちょっと6年ぐらいだったと思うんですけど、ちょっと見ないと分かんないです。4型です。はい。乗り始めてどれくらいですか？この個体に乗ってから3年か4年かなですね。3年か4年と。はい。この車を選んだ理由っていうのは何ですか？もうこれ僕で3台乗り続けてきてるので、はい。若い時もうこれが現役だった頃に僕車屋さんっていうかもう20歳くらいの時にこれが現役だったんで憧れだったんですよ。でまあその時に乗れなかったんで、で大人になってから、まあ、結構安く買えるじゃんっていうのがまあ十何年前で。ああ、17年前でそれで、はい、まあそれはちょっとあんまりいい答えじゃなかったんですけど、でその後もう1台買ってそれ結構いい答えだったんですけど、で、それもなんだかんだ理由があってまあ売ってしまって、で3年7、8年ぶりかなにこれをまた買って、はい、でこれまあもともとシルバーだったんですけど、はい、オールペンとかしてて、はい、でなんで黄色に？もう黄色はね、はい、その若い時に、はい、まだ2型が現役だったぐらいの時に、はい、まあちょっと違うイエローなんですけど、はい、そのイエローがすごい好きで、まあその時当時僕車屋だったんですよ。あ、車屋さんですね。はい、で若造の時車屋だったんで、その時に商品車で黄色い FD があって欲しいなと思ったら、その時まだ300万ぐらいとかしたんですからね。でそれでまあその印象があったんで、結局じゃあなんだかんだ迷った挙句黄色にしたりよくイニシャル D が好きなんじゃないのって言われるんですけど、イニシャル D 多分世代は世代なんですけど、多分、はい、でも僕あんまり見たことなくて、もちろんちょっとは知ってますけど、はい、だから別にイニシャル D に憧れたわけではないですね。そしてまあちょっとエアロが違いますね。そうですね。はい。はい。それ一番こだわってるカスタムっていうのは？まあもうこれ別にエンジンとか全然いじってないので、はい、これだけなんで、まあ外装ですかね、やっぱね、GT ウィングとかも。僕はこの辺はもうノーマルのバンパーに近いようなエアロにこだわってるんで。これってちなみに後期の純正じゃないです。純正のあくまで車外なんですけど、こういうところ車外なんですけど、本当はもともとは中期っていうんで、いわゆる前期と中期と同じバンパーなんでこれではないんです。はい、でこれは後期風な車外エアロにしてます。はい。ちなみに車両はいくらで購入しました？覚えてる？245万だったかな。145万。1台目が十何年前に買った時は、全部ヤフオクの個人売買で買ったんですけど、1台目は40万。はい。で、2台目は80万。で、これは売らなきゃよかったなと思ったんですけど、245万。どうしても欲しくなっちゃって、乗りたくなっちゃって。だからなんだかんだ言っていろんな手かけたんで、まあ今のところ300万ぐらいまではお金がかかってるんですけど、オールペンとか考えると。やっぱりガソリン結構イメージなんですけど。どうですかね、僕でもね、はい、そんなに普段乗ってる時は、あんまりそんな飛ばさないんで、はい、飛ばさなくても普通に走ってっちゃうんで、すごい燃費走行すればリッター10ぐらい走っちゃいます。走りますね。本当にこれ走るんですけど。ロータリーでなんか、まあでも普通にこう回しちゃえばもちろん、多分4、5とかそのぐらいなんだと思うんですけど、タービンをそんなに回さないで普通に街乗りしてる分には、街乗りじゃあれか、まあ高速運転とかしてれば、まあ10とか出たことありますけど、実際は。ロータリーで結構走りますね。はい。本当それ運転の仕方次第で全然変わってきますね。ちなみにお仕事は何を？車関係の仕事してるんですけど、今、車のカーナビとか、まあ今だとドライブレコーダーとかそういう伝送品を取り付ける
仕事をしてるんですよ。もうまあ個人事業主やってるんで自分でやってるんです。じゃあそういうの強い。まあ整備士さんとはちょっと違うんで、エンジンに関してそんなに詳しいわけではないですけど、まあでも普通の人よりはもう大体全部自分でやっちゃいます。いいっすね。だから故障があっても大体メンテナンスとかも全部自分でやってますね、今のところは。だからオーバーホールとかになっちゃうとどうなのかちょっとわかんないですけど、まあやろうと思えば多分できるような気もします。それは結構強みですね。はい。じゃあ最後になんですけれども、車好きに向けて何か一言いただければ。まあFD 好きな人でもいいですけど。好きな人。はいまあそうですね、はい、まあ古い車乗ってる人はやっぱり、まあ今僕も自分で直すって言いましたけど、やっぱ古い車乗るにやっぱりある程度覚悟が必要なんで、何でもかんでもこう人任せになるよりはやっぱり自分でできるぐらいのスキルを磨いて乗るといいかなと思いますね。いや、おっしゃる通りです。一応ショップさんにもお金を落とさなきゃいけないんですけど、そういう仕事してますから。ですけど、やっぱり何でもかんでもやっちゃうと、もうお金かけられなくなっちゃうと、車がダメになっちゃうじゃないですか。だから、やっぱりある程度自分でできるスキルとか勉強のためにやっていくのがいいんじゃないかなと思います。それはもう本当若い子たちにお勧めしますね。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃ良かったです。スポーツカーに並ぶ軽自動車。